本日もスペシャルゲストにお越しいただいていますタブラ奏者のユザンさんです。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ユザンさんの音楽はもう実は10年前ぐらいからずっと聴いているんですけど、本日お会いするのは初めてということで私もちょっと緊張しているんですが、本当にインタビューできて光栄です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。日本でタブラ奏者というともうユザンさんという感じで幅広く活動されていると思うんですけど、まずタブラとの出会いのところからちょっと人生を紐解いていきたいなって思うんですけど、タブラに出会ったのは10代の時って伺っているんですけど、まずどこで出会ったんですか？その楽器そのものを初めて見たのは、近所のデパートの物産展みたいなところに置いてあったんですけど、催事場で民芸品フェアみたいなのをやってて、その一角に民族楽器コーナーがあって、そこで見たのが生で見たのが最初ですね。19歳の時ぐらい？それは18の時です。18歳の時です。まあもともとその楽器を買ったというか、買ったのはそのインテリアとして買ったんで、演奏するつもりがあったわけじゃなかったんですけど、でも置いてあるだけじゃねもったいないから、どんな音がするのかなとか聞いているうちに本当に演奏してみたくなって、で日本で教えてくれる教室を探した感じですね。その後こうインドの師匠と出会うっていうことになると思うんですけど、当時そのインターネットもないような時代で、そのインドの先生師匠に出会うって本当にちょっと大変なんじゃないかなと思うんですけど、そうですね。それはどういった経緯で？それ96年にタブラ始めたんですけど、96年の時点で僕はインターネットで教室探しましたよ、日本の教室は。日本の教室。はい。でまあインドの情報はなかったので、その教室で習っていたり、CD をやっぱりいっぱい買ってて、そのインド音楽ので、そのいろんな演奏家の CD を聴いた中で、この人がかっこいいなって思う人にコンタクトを取れるように、その人の知り合いを探したら、大阪に一人その僕の今の先生のパンディット・オニンド・チャタルジー先生っていう人がいるんですけど、この方の先生ですね。その人の生徒がいまして、その方にコンタクトを取って、ファックスの番号を教えてもらって、ファックスを送って教えてほしいっていうメールをしたら、ファックスで返事が来て、私今オリッシーの古典舞踊をやってるんですけど、なんか先生を探したりするの結構難しいなって思うんですけど、でも当時そのファックスで出会った先生に現在も支持されてるのはすごい長いお付き合いですよね。もう26年とか習ってるのかな。インドに渡航を初めてされたのが何歳の時でしたっけ？19ですね。それはその習い始めた先生がインドに楽器を買いに行くっていうんで、それにちょっと同行してみたって感じですね。じゃあその時は先生に会いに行ったっていうよりは、そういうわけではないです。楽器を買ったり、インドの空気を感じてみたかったっていう感じですね。その時のインドの印象はどんな感じでしたか？インドはそうですね、僕本当にハワイしか外国行ったことなかったんで、でもう今から25年前とかのインドは全然違う国でしたよね。27年前か。今みたいなムンバイとかデリーのああいう豪華な場所とかでは全然なくて、全てカルチャーショックでしたね。今はツイッターとかでもカレーをすごく発信されて、皆さんユザンさんがどんなカレーを食べているのか気になってると思うんですけど、初めて行った時にもうインド料理に惚れ込んでたんですか？いや、初めて行った時はでも初めて行った時はとっても美味しいなと思いましたね。でその初めて行った時は3週間で帰ってきたんですよ、日本に。その翌年1998年に1年インドでそのタブラを習いに大学を休学して行ったんですけど、その時は3週間で本当にインド料理しかないことに愕然とするっていうか、もうちょっと辛くなりましたね。私も1年留学してた時は本当に辛くなったのですごく気持ちは分かるんですけど、今はどうですか？今インドで3週間インド料理だといやもう全然ならないですね。ならないですか？日本でもすごくインド料理食べてらっしゃるから、よっぽど本当に心からお好きなんだろうなっていうのは。日本でよくインド料理を食べているわけではなくて、そんなに
僕の多分インスタアカウントを見てるんだと思うんですけど、僕のインスタアカウントがインド料理とかいわゆる日本でカレーと呼ばれるものをアップするアカウントだから、そういう風に見えるだけで、そんな毎日納豆食べて寿司食べてって感じですよね。日本のご飯も食べてますよ。でそうやってインドでも休学してインドでも修行されつつ、タブラ奏者として生きていくと決意したのはいつ頃なんですか？タブラを習い始めてすぐかもしれないですね。そうなんですね。もうよっぽどなんだろう、もう没頭してる感じがあったんですか？そうですね。楽しかったし、それまでの18年ぐらいの人生の中でずっとやっていたものと一個もなかったんで、テレビゲームとかそういうのは楽しくやってたけど、そういうもの以外で集中して何かをやったことが一度もなかったんで、これならずっとできそうだなと思ったって感じですね。もう日本で第一人者と呼ばれる感じの、なんていう、すみません、日本語がちょっとすみませんなんて言った、でもさっきから僕日本語上手なんだなと思ってヒンディー語を喋ってるところとか英語を喋ってるところしか見たことがなかったので、ちょっと日本語でインタビューするの初めてですかね、なかなかないですね。今ではタブラの日本語上手ですよね。ちょっと待って。これ使えるね。最初ってやっぱり自分は例えばプロになれるのかなとか食っていけるのかなって、誰しも思うかなと思うんですよね。特に芸術の世界で食べていくのって本当に大変だと思うんですけど、不安とかはなかったんですか？やっていけるかなみたいな不安を感じたことは今まで一度もないですね。それはやっぱり自信なんですか？そういう楽観的な性格なんですか？いや、僕すごい悲観的な性格、ものすごいペシミストだと思ってるんですけど、もう最悪の事態を常に考えて行動している方なんですけど、タブラ奏者になれないわけがないと思ってましたね。なぜそういうふうに思われたんですかね？何も分かんなかったんじゃないですかね。それが難しいことだっていうこととか、身近にミュージシャンがいっぱいいるような環境でもなかったので、ミュージシャンになるのが大変だとかっていうこと自体を知らなかった。やりたいものはできるんだと思っていたって感じです。でもマヤさん、そのポイントですよ。知らないことが重要なんですよ。確かに、あんまりこれは難しいかもとか。やっぱだから知らない、僕の最近のねライフトピックで実は知らないものの方が多いんですよ。人生、大体そうじゃないですか。でやっぱそこがインターネットとかこの情報社会の中にあって、知ってるような感じする。結構いるじゃないですか。例えばイギリスに住んでる人が日本に行ったことないのに日本のことよく分かってると、もちろん分かってるかもしれないですけど、また日本に来たらまた全然違うと、実体験ともらって全然違うということで、知らないのはすごくビューティフルかもしれないなっていうふうに思うし、今のお二人の話聞いてて思うのは、結構困らなかったとか、これ結構ユニークだと思うんですけど、流れに任してる生き方をしてるんじゃないかなっていうふうに僕ごめんなさい思ったんですけど、いかがでしょう？そうだと思いますね。考えても仕方のないことがいっぱい世の中にありすぎると思ってて、すごく悲観的な性格だからこそなるべく考えないようにしようとしてる。でもね、悲観的に見えないんですけどね、ポジティブな感じしますけど、逆に自分でどういうところが悲観的だなって思われるんですか？ちょっと胃が痛いだけでもうちょっともう完全に具合悪いかもとかなっちゃったりとか、それは逆に言うと自己防衛ですよね。自分を守るから、あんまり悲観的というよりはいろんなものに注意してるってことですね。そうですね。インターネットに一つ投稿するだけでも本当に誰にも失礼がないだろうかってめちゃくちゃ考えちゃったりとかしますね。そうなんですね。でもそれは多分性格かわからないんですけど、生き方かもしれないですけど、タブラ弾く時は全く違うんじゃないですか。人前で演奏してる時は全然何も考えてないんですけど、自分家で練習してる時とか本当に上手くならないなとかすごいずっと思いますけどね。みんな周りこんなに上手い人ばっかりなのに本当に困るな。でもそれでやっていけないとかは全然思わないんですけど、でもそんなポジティブとか陽気とかではないですね、全く。一つ聞きたかったのは、ドラムとか例えば人間も含めてエネルギーって全部バイブレーションっていう、バイブレーションパワー、日本語でどういうのかな、波動だと思うんですけど、やっぱ弾いてるわけじゃないですか。で生活して声もバイブレーションだし、いろんな世の中のバイブレーションなんですけど、僕タブラを聞いてて思うのは、やっぱすごい原始的なインストゥルメントだというふうに思ってて、でそこの中で宇宙って言って大げさかもしれないですけど、宇宙と人と人間とバイブレーションをなんというか演出できるようなインストゥルメントだと思ってるんですけど、
なんかそういうのってなんか感じたことがあるとか、なんかやられてて、なんかそういうちょっと大きい話だし、はい、まあ、単純に聞いていても素晴らしいと思うんですけど、なんかそこら辺ちょっと聞きたかったんですよね今日。バイブレーションがとかそのスピリチュアルな考えみたいなのが本当に一切ないんですよね、だからそんなにバイブレーションを波動を感じてなんかそういうことを思ったことがないですね。きっとそういうのがあるんだと思うんですけど、神秘的な国であると言われているインドによく行くからこそものすごくそこを遠ざけてきてるところがあって、周りにそのインドの関係者の中でどうしてもそのスピリチュアルな世界に傾倒していく人っていうのが多くて、僕はなんとなくその日本でタブラというものを認知してもらって活動していく上でスピリチュアルな方向に行くことがいいとは思ってなかったんですよね。なのでバイブレーションがとかそういうことをなるべく考えないようにしてきたところがあるので、ちょっとうまく回答できないかもしれないです、それについては。僕は例えばレイラダックっていうところに一回行ったことがあって、まあ、あそこも変な話何もないところでもすごい自然がすごい美しくて、で音楽って僕分かんないんですけど、こう自分で弾いて楽しむというこう、まあ、楽しみ方もあるし、まあ、パフォーマンスをして、まあ、こうなりわいとしてやられる人もいるっていう話なんですけど、例えばねこうラダックに行って、自分タブラ持って行って何もないこう、まあ、ヒマラヤのこう麓の中でこう弾くだけっていう楽しみっていうのは、ご自身としてはこう楽しみですか？僕は絶対楽しいと思いますね。一応演奏活動してるけど僕の人生のメインはタブラの練習だと思ってるんで、素晴らしい。もう練習してるのすごく楽しいし、演奏していてちょっとでも良くなっていくのとか楽しいから、何もいないところで誰もいなくて何もないところで練習しているのもすごくいいだろうなって思ってますね。それはやっぱり余裕がないと多分できないと思うんですよね。今いっぱい練習してて、でラダックに行く時間も必要だし、行った時に、まあ、こうやってもう、まあ、急いでどうこうじゃなくてラダックでこうタブラを弾いてみて、でこれをリラックスできる、これやっぱね多分余裕がないとできるんじゃないと思うんですけど、今日入っていらっしゃってなんか余裕をお持ちだなっていうふうに僕すごい感じたんですよね。安定をしてるなっていう感じなんですよ、印象としてはね。なんかちっちゃいことで動じなそうな何かどっしりとした雰囲気がお持ちな気が私はしました。まあ、僕があんまり動じなくなったというか、そんな小さいことを気にしないようにしようと思ったのはやっぱりインドのおかげでもあるなと思いますよね。インドの人たちやっぱり僕が知っている限りはあまり気にしない人が多いですね、日本の人に比べて。まあ、例えば日本で、ね、郵便局で2時間待たされたとか言ったら大問題じゃないですか。でもインドに行ったら、ね、2時間待った挙句に自分の前で閉まってしまうことだってすごいあったし、親が送ってくれたクッキーの缶でクッキーがなくて缶だけ届いたりとか本当にそういうこともう別にどうしようもないなって思うしかないとか、誰かがすごいハッピーにクッキー食べてるあれがシーンが浮かびますけどね、食べてもらえてよかったと思うしか、だからそういうのありますよね。なんかこの前のねギターアンジェリさんのインタビューでもなんかやっぱ受け入れるっていうのが、で彼女はちょっとショッキングなねこう出来事でこう受け入れるっていう話だったんですけど、だからインドってそういう意味でちょっと心が強くなるみたいな、いやもう感じかもしれないですね。ね、日本で道説明聞いたら正しいところを教えてくれるか、もしくは分からないって言われるかどっちかなのに、インドの場合は分からなくても正しくない方向を指さしてくれるとか、まあなんか本当に心が強くなっていきますよね。で日本の良さも分かるし、そのインドの良さもだんだん分かってくるし、今となってはやっぱりインドに行くと日本よりみんな明るいじゃないですかね。みんなニコニコ楽しそうで国力がすごい高いなっていう気持ちになったりとか、なんかもうインドのおかげでやっぱり心の持ちようが変わったなって感じしますね。素晴らしいですね。伝統的なタブラを習われて、もちろん古典音楽としてのタブラも演奏されてますけど、一方で電子的な音楽系の方々ともコラボレーションをしてらっしゃって、すごく新しい音楽を作られているっていうのがすごいなと思うんですけど、このジャンルだったら
らタブラ合いそうだなみたいな、なんかこう聞いてってやっぱインスピレーションを受けてやっていらっしゃるんですか？このジャンルならタブラが合いそうとかというのは一度も考えたことがなくて、好きな音楽を作ろうとか好きな音楽家と一緒に演奏しようと思ってるだけですね。好きじゃないとアイデアも湧かないし、これ合いそうだなって合いそうだと思うんだけどって誰かに勧められても自分が興味がなかったり好きじゃなかったらやっぱり頑張ろうという気にもならないしっていうところがありますね。なるほど。じゃあまあ極論どんな音楽でもこう、まあ、愛があればきっと何か新しいいいものが誕生するだろうっていう、一生懸命考えれば、やりたいって強い意志さえあればできると思いますけどね。なんか逆に古典音楽をまあやはり崇高なものと思われている方々から、いやそんなコラボはないだろうみたいな、なんかそういった横やりとかはないですね。ないですね。それは日本に限らずインドに行っても僕がいろいろやっている他のことの方がもちろんすごく褒められるというか気に入ってもらえる。インドにタブラ奏者ご存知だと思うけどとんでもない数いて、みんなとっても上手というかちっちゃい頃からやってて、で僕18から始めた僕が太刀打ちできない人たちがもう協賛山ほどいて、で僕がどんなに頑張ってもやっぱりインドでずっとやってきた人たちは勝ち目はないわけですよね。でその中でやっぱり僕の先生ザキール・フセイン先生っていう2005年から習ってる先生もいるんですけど、その人も自分みたいになろうとするんじゃなくて、自分自身であるようにしなきゃいけないっていう、そのザキール・フセイン先生も憧れていたお父さんのアララカ先生みたいに演奏することはできないし、なぜなら私はアララカではないから、だから君も自分であり続けるために考えて練習をして、誰かの模倣にコピーになったりするんじゃなくて自分独自の音楽を作れって言われているし、でその先生も僕が日本のヒップホップのミュージシャンとか、ジャズのミュージシャンとか他の人とやっている音楽の方を本当に褒めてくれますね。僕もねザキール・フセインさんお会いしたことあって、実はちょうど多分ご自身がお会いされた直後ぐらいに、ブルータスの取材で、ムンバイにいらっしゃった時に取材させていただいたんですけど、すごい印象残ってて、で、巨匠なわけなんですけど、やっぱ聞きたかったのは今さっきおっしゃったように、その彼の音楽、ご自身の音楽 A さんの音楽 B さんとかそれは全部違うっていうことなんですけど、やはりその巨匠っていうのはなんか意味があるなっていうふうに思っていて、どういったところがすごいのか。どういったところが彼から学んだところなのかっていうのはちょっと今日お聞きしたかったんですよね。ザキール・フセイン先生に関してもう巨匠とかというかもう革命家ぐらいな感じというか、もうザキール・フセインの音っていうのがもう他の誰とも全然違う音だったりとか、それはもはや誰も真似のできないことで、あとは、若い頃から西洋音楽というかそのジャズのミュージシャンとかといっぱいセッションを続けてきたことによってそのタイム感みたいなものがインドからオリジナルのものとちょっと違うすごく現代的なそのリズムセンスになってきて、でそれがまたそれを生かしてインド音楽に戻った時に本当に聞いたことのない、それでいてその伝統をきちんと大事にしている、もう本当に革命としか言いようのないタブラ奏者ですね。もう巨匠という言葉がいつになっても似合わない人、それもう大巨匠なんですけど、巨匠というよりもスーパースターですよね。いまだに日本に例えたらいまだに長嶋茂雄が巨人で4番打ってるみたいな感じのいまだにこの大スターというか、一番それが表現としてしっくりくるようなぐらいのスターですね。インド自体に本当にいろんな人がいたり言語があったりするからかなと思うんですけど、こうミックスしてフュージョンして新しいものを受け入れるメンタリティーがやっぱりすごく強いのかなっていうふうに感じますね。そのインドの場合はどんなものでもフュージョンするけれども、日本の人がそれをやる時よりももともとのインドの力がすごすぎてインドのものになっていきますよね。あれがすごいなと思いますけどね。でもね、日本も同じだと思うんですよ。そうですか。だって例えばラーメンなんか今日本の文化って言われてるわけです。でそういう意味ではもともと違う文化のものが日本に来て日本が独自に開発して
日本の文化になってるわけなので、ですごく僕そういう意味で日本もすごいパワフルだなというふうに思ってるんですね。で先ほどおっしゃってた新しいものっていうのは僕イノベーションだと思うんですけど、実はトラディションっていうのはイノベーションの繰り返しだと思ってるんですよ。多分100年前のスタンダードと今日のスタンダードっていうのは100年後は今日がトラディションになるんだけど、で100年前はトラディションなんだけど、その100年の間にこのイノベーションがいっぱい起きてるので、醤油もそうなんですよ。もともと違うところから中国から来た醤油が日本に来てこう変化をしていって、で今日本の醤油が世界にこう席巻していると、なんと今インドに持って帰ってこられてるっていう話なんですけど、だからそういう意味ではインドもパワフルだし、この日本も同じようにこうトラディションからイノベーション、イノベーションからトラディションと、これの繰り返しなんじゃないかなと。だから過去がどうだったからっていうのはすごく大切だと思うんですけど、やっぱり歴史を見てみると変わってるわけじゃないですか。何でも発展してるか、僕はすごく好きな言葉でイボルブしてるっていうか、こうどんどん前に進んでいっていた。だからそういう意味でタブラも多分分かんないんですけど、100年前のタブラと今のタブラが一緒かもしれないし、もしかして進化もしてないかもしれないし、それがなんか本当の姿かなっていうふうに僕は思うんですけど。そうですね。僕がそのタブラを始めたその28年とか前と比べても今のその若いタブラ奏者の演奏ってもう格段に進化しているんですよね。だから100年前とは全く違ったものになってきてるだろうし、もともとタブラっていうか生楽器っていうものはマイクロフォンの導入によって演奏が全然変わっちゃったところもあるし、大きい音をどれだけ出して人に大きな、会場でいろんな人に伝えるかっていうのは昔はすごく重要視されていたと思うんですけど、今は拡声器があるのでその範囲内でどれだけ美しい演奏をするかっていうここにそれも技術があったからって話ですよね。そう変わっていってると思うし、本当に面白いですね、そういうのは。30年ぐらいタブラ続けてらっしゃると思うんですけど、今でもこう練習が大好きと、何事もこう30年やった後のもう1レベルアップとかって本当なんか難しいなと思うんですね。最初の頃ってちょっとこれ練習した、これできるようになった、嬉しいっていうのがすごく分かりやすいと思うんですけど、ずっと続けたものってなかなかこうレベルアップしにくい中でどういうふうに取り組んでらっしゃるのか聞きたいんですけど、多分いろんなジャンルでそういうふうにこうちょっとでも上を目指しつつもなんかもうこれ以上伸びないんじゃないかなって何かでこう思ってる人って多いかなと思うんですけど、その辺どうですか？これ以上伸びないものってのはいっぱいあると思いますし、日に日に衰えていっている部分だってもちろんあると思うんですよね。僕今46歳なんですけど、46歳のプロ野球選手とかほとんどいない、サッカー選手も、三浦選手はやっていたとしても身体能力としてはもう下降していくから、スピードとかそういうものはどんどん落ちていくだろうし、音量だったり体力的なものは。でもそれは受け入れた上で向上していくというよりももっと好きなものに近づいていくことはできるんじゃないのかなと思ってますね。いくつになっても、それは70になってもうまいうまくないだったら人が聞いてどう思うかは別にして、自分が好きな方向に近づいていくという気持ちでやっていれば全く飽きることはないと思うんですけど、でもやっぱりいつになってももっとスピード出たらいいのになとか、もっと綺麗な音が出たらいいのになとは思ってしまいますけどね。これからこう新しい、例えばこういうジャンルとコラボレーションしていきたいとか、なんかこう次の目標みたいなものあったりするんですか？あんまり目標持たないっていうか持ったことないんですよね。すごく近い目標だったらありますけど、来週映画の音楽の伴奏するからそれどうやろうかなとか、でもそういう近い目標をずっとこなし続けていくことではできるけど、その対極的なこういうことやってみたいなみたいなのを持たずにずっと来てますね。なんか私とかは結構目標がないのどうしようって思っちゃうタイプなんですね。なんかこう今 YouTube 活動をしてますけど、じゃあ目標なんですかって私もよく聞かれて、あるべきだって思っちゃうんですけど、でも目の前のことに集中していったその先に何かがきっとあるっていうような考え方をされてるのかなと思って。そうですね。その先に何もないかもしれないけど、目の前のことはやらなきゃいけないし。無理やり目標を置いたりしないところがだけどね、僕も結構同じなんていうか、今日ちょっとずっと聞いてて、
好きなものをやられてる、まあ、そのカレーもそうだと思うんですけど、田村もそうなんですけど、僕もそうなんですよね。極めて好きなものを、まあ、もちろんやりたくないってちょっと変かもしれないですけど、まあ、好きなものがメインになってるっていうのはすごいラッキーかなっていうふうに思ってて、で僕もねまあ、長年こう生きてきて大きなゴールっていうのは、こう将来じゃなくて僕今日が楽しいって重要だと思うんですよ。あ、そうですね。それはすごくわかもうねります。今日が楽しい、で今日朝築地行ってお寿司食べましたと、ランチはちょっと日本そば食べますよと、夜はフグ食べますよっていう例えばですよ、でそういうすごいラッキー、そういうことできる自体ラッキーなんですけど、今日を楽しむっていうことで今日がハッピーであれば一生ハッピーかなと思う、で僕もあんまりそのロングタームのゴールってこういう方向は行きたいなっていうのあるんですけど、なんかあんまり目指してるところで、だからなんか大きいなんかなりたいとかこういうのはあんまり最近ないんですよね。でそれはなんか年を取ってきたからかもしれないんですけど、あんまり大きなゴールっていうのはない。それより毎日を楽しんで生きて継続的に息をしながら、まあ、これも教えてもらったんですけど、この前言われた一番大切なものなんですかって言って、いや家族ですって言ったら、そのインド人にすごい言って、はっはっはっは、君は何も分かってないと。どういうことですかっていうのは、What's most important in your life って、the fact you're breathing と。息をしていることです。それを君は分かってないと。でこれがまた面白いんですよね。こうヨガとかやるとか普通にこう生活する中でも息って忘れてると。だからやっぱこう息をしてないと他のことできないと、家族もできないっていう、だからそういう意味でやっぱここ now and here っていうのも重要だし、today and now っていうのがなんかそういうのはすごく重要かなと思うんですよ。だからその将来的にこう、まあ1年後と2年後とかっていうのはよりは今日とかこう近未来にこう設定した方がもしかしたらハッピーかもしれないな。今を楽しめるように、でも今楽しんでると思うんですよね。僕は見ててね。でもなんかわかんないですけど、私結構優等生でこう真面目ちゃんで生きてきたので、なんか目標とはあるべきだみたいな思っちゃうんですよね。なのでも目標が毎日楽しいっていうことであれば、全然それで聞かれたら、今日マヤさんの目標なんですかっていうのは、新鮮な空気を吸って今日が楽しいんですって答えれば、面白い。でもそうかもしれないなって思うわけじゃん。なんか大きなゴールになっちゃうとなんか分かんないけど、僕もずっといろんなことやってきて、もともと税理士ですからこう見えて、あ、そうなんですね、見えないでしょ。だからそういう意味でさ、だから一生って長いですから、でみんなね、おかげさまでこう医療のこう進歩によって長く生きるわけじゃないですか、生きるわけじゃないですか。そうすると80とかもしかして90とかも含めて、その時に分かんないですよね、変な話、世の中どうなってるか分かんないし、そうなんですよ。なんかそういう意味で今日がハッピー、明日がハッピーだけでいいんじゃないですかね。なんかその目標っていうのだと僕結構叶っちゃってても、ザキール・フセイン先生に習ってみたいとか、素晴らしいじゃないですか。あと矢野顕子さんっていうミュージシャンがいるんですけど、一緒に演奏してみたいなとか、そういうなんか将来の夢だったことがもうすでに叶ってしまっていて、だからそういうことを考えなくなってしまったのかもしれないですね。あとは自分の好きな音楽を目指して毎日練習をして楽しく生きるみたいな、そうですね、まあなるべく楽しく生きようとは思いますけどね。いいですね。全員に聞いてる質問なんですけど、3人私のインスピレーションになった人を挙げるんであれば3人ちょっと挙げていただいていいですか。ザキール・フセイン先生、絶対ですね。まあ、ザキール・フセイン先生というか、オニンド・チャタルジー先生、ザキール・フセイン先生という2人、あとは母親ですかね。素晴らしい。機嫌がとても良くて、僕の前ではですけど感情の上下があまりフラットにいつも楽しそうにしていて、ありたいなと僕はいつも思ってますね。そういう意味ではなんかちょっと感じますよね、ユウさんから。いやいや、僕はそんな非常に落ち着いてる感じ、安定感ありますけど、ね、でも僕は結構引くで安定なんですよね。母はずっと楽しそう、でも楽しくないですか。楽しいですよ。楽しいですよね、なんかだからだからいろいろあると思うんですけど、そのなんか母親がインスピレーションだっていうのは素晴らしいと思いますよね。じゃあ逆に誰なんですか、3人もし自分で挙げるとしたら。どうぞ。初めてちょっと先に逆にこれ考えてから先にお願いします。僕はですね、いろんな人とこう一緒に仕事をさせていただいている中で、一つはそのさっき言ったそのマザー・テレサにお会いできたっていうのは非常にインスパイリングなことで、それは本当にもう1996年とかですからあれなんですけど、
でそれはちょっと余談なんですけど、良かったのは最近去年の12月に娘がですね、こうマザー・テレサの家に行きたいっていうことで一緒に2人でこう行ってですね、そこの勤めているシスター・クリスティっていうのがもう37年間もう30何年ぐらい勤めてる方がいて、その方にお会いできたっていうのは娘のジェネレーションにも、このマザー・テレサのこうフィロソフィーっていうのがこうなんかちょっと理解してもらってハッピーかなっていう。まあ1人はマザー・テレサですね。で2人目はまあこうマイ・ペレンツっていうかね、親というかなっていうお父さんとかそうなんですけど、まあこれはちょっとすごいありがたいなっていうのを祖先にも感謝ですし、このインスパイアリングだなというふうに、まあいろんなね苦労されてて。ペアレンツずるくないですか？そうです。ごめんなさい、僕ずるいんですよ。よく言われます。ずるいですよね。いやまあまあいいじゃないですか。だって僕だって両親って言ったら父も喜ぶかもしれないし。まあ入れときましょう。じゃあそれではプラスアルファで言うと、まあさすが鋭いなと思ったんですけど。で3人目は娘ですよね。こうやっぱり一人こうね離れて生活してて。でこう頑張ってこうなんていうかこう社会の中のその小さい世界の中でも揉められながら頑張ってるなっていうのはすごいかなっていうふうに、あんまり帰ってこないでいいって言われてるんですけど、まあなんかそういう意味でもこう一人でこう今15歳なんですけど、まあ、それ見てて、まあ、僕も頑張らないとダメだなっていうふうには思いますけど。マザー・テレサと家族その後に何言えばいいっていう感じになりますよね。ちょっと私の方カットでお願いします。いやでも出てくると思う。でもここはねザキユさんともう一人の方とこうね、母親ね。そうですよね。カットするかもしれないんですけど、まあ一人目はやっぱ父親なんですけど、父親がもともとヒマラヤ登山家でインドによく行ってて、で、まあ、ちょっと他界してしまったんですけど、インドヒンディー語を勉強するように進めたのもやっぱ父であったので、そこはそれがあるから今日があるわけだね。そうですね。はい。で2人目はYouTuber なんですけど、バイリンガールちかさんっていう YouTube 初期に YouTuber になった方で、ちょっとすごく経歴が似てて、で、まあ、日本語と英語でお互いの言語を教えたりとか文化を教えたりする YouTuber なんですけど、それを見て私もできるじゃんと思ったんですよね。私ヒンディー語でその方のおかげで YouTube を始めたので、3人目はちょっといろいろあるんですけど、まあ最近離婚したんですけど、まあ、元旦かなと思って、私すごく優等生で育ってきたんですけど、すごく真逆のような結構自由人だったんですね。レールに沿って生きていかなくていいんだ、結構自由に生きていいんだっていうのを結構学ばせてもらったなと思って、そういえば我々この質問皆さんにゲストにしてましたけど、自分たちで考えたこと考えたかったことちょっとやられたなと思ってやられたな、ちょっとどうしようかなみたいな。いや面白い気づきを、はい。例えば日本とインドのこう音楽から見た、日本も多分太鼓もあるし、でインドの太鼓もあるし、で結構日本の太鼓もすごい迫力もあるし、インドの太鼓はまたちょっと違ったと思うんですけど、なんか太鼓だけ見た時でいいですけど、日本の古来ある太鼓ってことですね。大太鼓とか。そうです。僕が一番よくわからないジャンルなんですよね。それもいいですね。いい答えですね。大太鼓をこう叩く、まあかっこいいなと僕も思うし、そのインドの人も大好きな大太鼓なんですけど、僕はその対極ともいえるすごく小さい音のタブラという楽器をやっていて、で聴いている音楽はもともとその電子音楽とかが中心だったりとか、ジャズとかそういうドラムだったらそのドラムセットだったり、もっと言うと打ち込みの音楽が僕好きだったんで、適当なこと言うことはできるけど僕はよく知らないので答えられないっていう感じです。ちなみにインドでは大きな太鼓ってあるんですか？レベルで大きい太鼓っていうのを日常的に演奏するっていうことはないと思いますね。だからその大太鼓和太鼓の人が日本から呼ばれて向こうで公演をして喝采を浴びたりとかしていることもあるし、そうですね、ザキール・フセイン先生がインドにその和太鼓奏者の方を呼んで講演をした時もあるし。でも日本でも小さい太鼓ありますよね。ありますね。そこの比較ってどうですか？タブラと日本の小さい太鼓の比較だったら、まあ、日本の小さい太鼓ってのはやっぱり大太鼓との組み合わせで誰かがいて誰かがいてみたいなことは多分多いと思うんですけどね。タブラって低音と高音の太鼓を一人で同時に叩いて、そこだけでそれは違いますよ。日本の場合違いますもんね。そこだけで完成され、もう本当にやろうとしていることも何もかもやっぱ違いますね。太鼓であるという
こと以外の共通点がすごく少ないような気がします。そこを聞きたかったんですよね。本当に合ってるかどうかちょっとわからないんですけど、多分日本の太鼓は結構古くからあの形であるんじゃないのかなと思うんですけど、タブラに関しては古くからインドにあったものを、その両面太鼓であったものとかの今のところ最新の進化系の楽器なんですよね。インドの中でもインドに古典の楽器シタールだったりサロードだったりとか、そういうものがある中でタブラって結構もう本当に最近できた楽器で、歴史的そういう意味でこう進化してきたものが今のこう最終タブラ系になっているという意味ですね。そうですね。じゃあ最後にユザーンさんにとってタブラとはどういったものなんでしょうか。何十回100回とか聞かれてる質問だと思うんですけど、答えられたことがないですよね。なるほど。タブラを始めてからの人生の方がもうとっくに長くなっているし、正直こうやって座っているよりここにタブラがあった方がリラックスできる。写真を撮られるのでもこうやって映像を撮られているのでも、タブラが目の前に叩かない状態でもあった方がリラックスできるし自分らしいとも思うので、自分であるためのものですよね。本日は貴重なお話本当にありがとうございました。ありがとうございました。お会いできてよかったです。ありがとうございます。Thank you so much.